皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。っていきなり何このシーン。はい、今回はなんと、電動折りたたみ自転車、ERA-A02 のご紹介です。電動折りたたみ自転車。今回は新三海株式会社さんの折りたたみ自転車を使って、カキさんと一緒にハードオフ巡りをしてきたので、その様子を動画にしてみました。すでにカキさんの動画で自転車の特徴など詳しく説明しているので、気になる方はそちらもぜひご覧ください。何やら大変そうなハードオフ巡りね。まあどんな感じだったのか早速行ってみましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずは今回の自転車の旅ですが、カキさんの動画で市川駅を出発し、そのままハードオフ市川大野店へ行きました。ここまでの距離は 6.3km で自転車で30分ぐらいです。続いてそのままハードオフ市川大野店からハードオフ松戸小ヶ崎店まで行きました。ここの走行距離は約 10km で走行時間は昼食も含めて約1時間。今回の動画はここから先の3店舗までの道のりとハードオフの様子を見ていきたいと思います。結構距離ありそうね。そうですね、カキさんの動画と合わせると、総走行距離約 40km、総走行時間約7時間の長旅となっています。結構頑張ったわね。それではまずはハードオフ松戸小ヶ崎店からハードオフ三郷店へのチャリの様子からどうぞ。それではここからはカキさんと一緒にやっていきましょう。私も出るの？いやだってカキさんの動画にも私出てたし。まあそこまで言うなら仕方ないな。ということで早速走っているのですが、この日の気温は32度。時間にして確か16時頃だったかと思います。一番暑い時間を過ぎた後だったけど、それでも気温が高かったよね。ですね。で、ハードオフ三郷店までの道のりですが、比較的平坦な道も多く、アシストがかかっている状態でだいたい20キロ前後で走行していました。平坦な道だと踏み込む力はほとんどいらずで、足を回しているだけって感じでしたね。シュラさんなんだかんだ早いからついていくのがやっとだったよ。あ、すみません。そんなこんなで大きい道からちょっとだけ住宅街に入ると、ハードオフ三郷店までもう目の前となります。裏口からとなりましたが到着しました。市川駅から25キロ走行して、バッテリー残量は5分の4といった感じです。ということで3店舗目、ハードオフ三郷店です。こちらは1階にオフハウス、2階がハードオフとなっている店舗です。それでは何か良さそうなものがあるのか見ていきましょう。シュラさんちょっと見て。これは、インウィンアリスがあったよ。ビールケースみたいなパソコンケースでジャンクで4400円で売っていました。すでに新品は絶版となってしまっていて、中古でも1万円前後ぐらいはするケースなので、なかなか良さそうなケースですね。買うの？さすがに自転車にこれは積めないのでやめておきます。他にも1100円で大量の HDMI 端子が売っていました。この量で1100円はなかなか安い気がするんですが、ここまで HDMI 端子を使う人ってどんな人なんでしょう。あとは ASUS セイバーブース Z77 が3300円で売っていたり、ハードディスクを USB 変換できるケーブルが1100円で売っていたり。こういうのっていざっていう時に使うから1個持っておいてもいいよね。ですね。ちょっと古い企画だけど、HDMI の5メートルが1100円で売っていたり、テレビゲームのロトの剣もジャンクで3300円で売っていました。ファンにはたまらない見た目の剣、伝説の勇者になれるかもしれません。だそうです。あとはこの DVD プロジェクター。6万6000円と高級ジャンクなんですがそう、R2D2 なんですよね。これもファンにはたまらない商品かと思います。あとジャンク品で面白そうだったのがこちら。デルのメーカー製パソコンの残骸なんですが、CPU 等は付いていませんが、マザーとドライブ、電源が付いて3300円。しかもこのシール、インテル10世代のシールが付いているので、それで3300円はなかなかいいかなと思います。中古コーナーにはコルセアベンジェンス RGB プロの 8GB×2 枚が6600円だったり、GTX1660 スーパーが15400円となかなか良さそうなものもありました。ということでハードオフ三郷店でした。次の店舗へ行ってみましょう。シュラララ。それでは続いてハードオフ三郷店からハードオフ吉川店まで行ってみましょう。走行距離は 5.5km で約25分ぐらいで行ける距離になります。ここも大きな道路と平坦な道が多いので、楽々漕いでおります。車の通りが多いから気をつけないと。そうですね、小型の折りたたみ自転車なので横風とかに弱いかなと思ったのですが、大きい車が横を通って横風が来ても横転しそうな感じはありませんでした。ここは本当平坦な道が多くて特に絵に変わり映えがなかったんですよね。私は平坦な道が続いてくれた方がありがたいけどね。途中の吉川南地下道のトンネルが涼しかったです。ほんとこの日暑すぎたよね。ということで平坦な道を抜けて、住宅街に入ると、見えてきましたハードオフ吉川店です。
4店舗目、ハードオフ吉川店に到着しました。到着時間は17時20分。結構いい時間になってきましたね。ここは中古品が結構充実していて、まず入ってすぐのレジ前にこんなものが置いてありました。Ryzen 9 5950X にメモリ 64GB、SSD 2TB 足すハードディスク 6TB、RTX 3080Ti の超強パソコンが、27万5000円で売っていました。価格的には高いですが結構良さそうですね。他にも中古コーナーには電源やグラボなんか色々とありました。ただ中古品の中ではそこまで目を見張るようなものはなかったです。ジャンクコーナーには大量のゲームボーイが売っていました。ゲームボーイアドバンス SP がゲーム起動して6600円は結構安いよね。またこれはゲームボーイライトかな。ボタン効かないけど4400円で売っていました。ここはゲーム機に結構強そうな印象ですね。あとはジャンクの iPod があったり、ギガバイトの Z590D が動作未確認で7700円で売っていましたが、ヒートシンクや IO パネルがないのは痛いですね。あとは Ryzen 5 2600が5500円。ちょっと高いですね。その下には映像が出ない GTX 1080が27500円。あとはスロット台なんかも売っていました。これ家に欲しいって人いそうだよね。まあ気持ちはわかります。一応家庭用に改造されたパチスロ台みたいで価格は1万3200円でした。あとはゲームボーイのメダロットが330円だったり、箱付きのスーパーファミコンのソフトなんかも売っていました。こういうのって物持ちが良くないと箱でなんて取っておけなさそうですよね。下にはゲームボーイ系の箱付きソフトや、ドクターマリオの箱付きも3850円でありました。ということでハードオフ吉川店でした。では次の店舗に行ってみましょう。シュラララ。それでは最後のルート、ハードオフ吉川店からハードオフ越谷南店まで行きたいと思います。走行距離は 6.2km で約30分の走行時間になります。出発してすぐなんですが、お昼休憩の後、特に休憩をしていなかった二人、さすがに体力的にも限界が近づいてきたので、ここでとあるコンビニに寄ることにしました。それがこちら、セイコーマートになります。ここでちょっと小休憩をしました。セイコーマートっていうのは北海道内では圧倒的なシェアを誇るコンビニで、100円パスタとか100円弁当、北海道の商品なんかも取り扱っているコンビニになります。私はせっかくなのでガラナと北海道牛乳ソフトを買ってみました。暑さにやられた体で食べるソフトクリームは美味しかったです。私の分は、今なんか聞こえたような。ということで美味しいソフトクリームを食べたので、あの夕日に向かって全力疾走していきます。いややめてくれ。途中に中川を渡るための吉越橋というのがあったのですが、ここが割と傾斜があって長い上り坂だったんですよね。ただアシストの効果もあり、座ったままで時速20キロ前後でずっと登り続けることもできました。これはやはりアシストの力は大きいなと感じましたね。橋の上からの景色はこんな感じで結構良かったです。中川がよく見えるね。その橋を越えると今度は一気に下り坂になります。スピードの出しすぎには気をつけましょう。そこからはまたしばらく平坦な道が続きます。イオンレイクタウンの横を通っていき、ひたすらまっすぐ進んでいきます。夕日も落ちかけていき、だんだん暗くなっているのがわかるかと思います。走行していると右側にレイクタウンのレイクが出てきました。いやこれは大相模町聖池だよ。あ、そうなんだ。夕方にもなり、風も結構出てきましたね。さすがに夕方になると直射日光が減るから少しはマシだよね。そこからはまた平坦な道が続きます。このハードオフ巡りをしてて思ったんだけどさ、なんか平坦な道多くない？埼玉って平坦な道が多くて有名なんだよ。だからサイクリングとかにおすすめって、Google 先生が言っていたよ。さすが Google 先生。で、せっかくのアシスト自転車でどのくらいスピードが出るのかもやってみました。いやシュラさん早すぎだよ。だいたいこのぐらいで時速30キロぐらいまで出ていましたが危ないので皆さんはやめましょう。また法律に従い、時速 24km 超えるとアシストパワーはゼロになります。ということでスピードテストも行って、藤屋の横を通り、信号を越えると最後の目的地が見えてきました。はい、到着。到着時間は18時53分で、走行距離は 36km でした。ここまででバッテリーの残量は5分の3でした。ということで最終目的地、ハードオフ越谷南店になります。こちらはオフハウスと併設店です。こちらのオフハウスは毎週変わるカラータグセールもやっているみたいです。早速入店したところちょっと気になった商品が、セイコーのエヴァンゲリオン新劇場版、オリジナルデザインウォッチがありました。カシオのエヴァンゲリオン時計もありましたね。これだけ種類があると好きな方は買ってしまいそうなラインナップです。ではハードオフの方も見ていきましょう。中古コーナーにはラデオン RX ベガ64が1万1000円だったり、
GTX970 と RX570 が8800円。GTX1650 が16500円と自作初心者向けにはいいかもしれませんね。その奥には GTX1060 が11000円で売っていました。パソコンコーナーには第10世代 i7 と RTX2070 スーパーが132000円で売っていたり、ROG のケースがジャンクで8000円。その隣には HP のオーメンで Core i7-12700K に RTX3070 で242,000円。値段は結構しますが、中古パソコンのラインナップも結構ある感じですね。その隣にちょっと気になるものが、ノクチュア。ノクチュアの NH-U12S が5500円で売っていました。NH-U12S というと2013年発売のものではあるのですが、それが5500円なら安いなって印象ですね。他にもグラボや CPU も売っていましたがそこまでいいものはなかったかなという感じです。続いてはジャンクコーナー。ここはウォークマンとかがかなり多く売っていました。一応 CPU も売っていたのですが、Core i5-7500 が3300円で売っていました。あとはプレステ4のジャンクが11000円で売っていました。他には初代 iPad Pro 64GB が、画面焼け、右半面タッチ不能、ゴーストタッチで22000円。ジャンク品はちょっと微妙でしたが、ギターなどの品揃えは結構良かった店舗でした。ギターの様子すごかったよね。ということでハードオフ越谷南店でした。拡散長距離お疲れ様でした。シュラさんもお疲れ様。ではここからは今回使用した自転車のご紹介です。シュラララ。では今回利用させていただいた電動自転車 ERA-A02 についてですが、大阪の新産会株式会社が販売をしている電動アシスト自転車です。以前からクラウドファンディングや公式ホームページなどで販売している商品で入荷されるとすぐに完売となるくらい人気があるんですよね。現在はカラーにもよりますが、8月2日頃発送予定で予約注文を受け付けているみたいです。そういえばこれ、電動自転車ってことは値段も結構するんじゃないの？価格は本体のみで14万1200円からとなっており、最大 130km まで走行可能になるボトルバッテリーを含めると16万9200円となります。カラーバリエーションは全7色となっており、拡散が乗っていたのがグレー、私が乗っていたのが限定色のグリーン×ホワイトになります。本体バッテリーだけで約 70km、ボトルバッテリーで約 60km 走行できる計算になります。先ほど走行した時はアシストを最大にして、本体バッテリーだけで 36km 走って約4割程度のバッテリーを消費しました。走る環境や乗る人によっても電池消費量は変わると思うので、ずっとモード5アシストマックスで走る人は本体バッテリーだけで50から60組むぐらいを想定していた方が良さそうですね。価格的にちょっと高いなって思った方も多いかと思いますが、こちらの電動アシスト自転車はしっかりと国家公安委員会の型式認定を取得しており、日本の道路交通法の規定に適合した製品となります。なので安心して公道を走ることができますね。また折りたたみ自転車ということで約10秒ほどで折りたたむことも可能と書いてありました。ただ実際やってみたのですが慣れるまでは20から30秒ぐらいはかかりました。さらに折りたたんだ状態で台車のように転がして移動させることも可能です。ギアはシマノ製の8段ギアを採用しており、バッテリーが切れてもギア操作で走行することも可能です。私今回ほとんど一番重いギアで走行したのですが、アシストのおかげでギアが重いなって感じるところはかなり少なかったですね。タイヤは太めの20インチタイヤを採用しており、10センチ程度の段差は乗り越えやすい設計となっております。また駐輪場などの自転車止めにもしっかり収まるようになっております。フロントサスペンションで振動吸収をし、凸凹道の衝撃を緩和して、快適に走行することができます。実際走行中も結構快適ではありました。総体荷重 110kg まで対応しており、走りやすさと耐久性を両立しているみたいです。前後両輪に油圧式ディスクブレーキを搭載しており、しっかりと止まることが可能となっています。実は私も柿さんみたいに止まるシーンをやってみたのですが、見事に吹っ飛びそうになったのでその映像はお蔵入りにしました。あんたらしいわね。パネル部分は IP64 の防水レベルの耐久力なので雨などが降っても問題なく使用できます。でも雨の日の走行は十分に気をつけてね。アクセサリー類も色々と販売しており、ボトルバッテリー、サドルバッテリーロック、自転車カバー、自転車ヘルメット、自転車前かご脱着式、輪行バッグキャスター付き、自転車スマホホルダー、自転車用マルチツール、自転車バッグなども販売しております。ただ予約販売限定で脱着式前かごがもらえたり、レビュー投稿で保証期間18ヶ月延長足す自転車リアキャリアがもらえたりします。もし購入を考えられている方はぜひこういうのをご活用いただければと思います。また保証期間内であれば送料無料、無償で修理することが可能です。また東京近郊にお住まいの方は、定型修理サービス店もあるみたいです。では最後に、実際に組み立ての様子を見ていきましょう。シュラララ。それではサクッと箱からの組み立て工程をやっていきたいと思います。今回も黒子くんにやってもらいましょう。
箱を開けると保管についての注意事項が書いてありました。この巨大な段ボールですが、初期不良とかの際に変装するのに使うのでちょっと大きいですがしばらくは取っておくようにということが書かれていました。中身はこんな感じで折りたたまれてハンドルを抜いた状態で届きました。ではここから組み立てていきましょう。まずは付属品とツールキットが入っているものを取り出します。こちらのツールキットは六角レンチやドライバーなど様々な種類のものが一つになっていました。箱の方にはアダプターが入っていました。こちらは本体のバッテリーとボトルバッテリー両方を充電できるもので、PSE マークなどもしっかりと記載されているものです。アダプター用のコンセントもしっかり付属していました。続いて本体の干渉剤を外していきます。ということで干渉剤を取り外すとこんな感じになります。サドルの下の部分だけ干渉剤を外していないのは、バッテリーが損傷しないようにとりあえずつけております。ではここから自転車にしていきましょう。まずはハンドルをセットしていきます。ガイドがあり刺さる方向にしか刺さらない仕様なので間違えなくて安心です。また各所このようにネジでロックの硬さ調整ができる仕様になっています。ハンドルをつけたらハンドルを起こしていきます。ブレーキのケーブルが結構キツキツなので最初ハンドルは一番下まで下げてやった方が良さそうです。組み立て手順は付属の説明書に従ってください。そしたらハンドルを固定するのですが、私はネジ止めしてしまったのですが、本当は後ろの黒いレバーがワンタッチロックになっていてネジ締めの必要はないようです。なので皆さんは真似しないようにしてください。では次に自転車を開いていきます。前輪と後輪が強力なマグネットでくっついているのでそれを引き剥がします。これ折りたたむ時もピタッとくっついてくれるので付け外しに少し慣れが必要ですがかなり簡単に着脱できます。ハンドルを立てた状態で外側に開くと、てこの原理で簡単に外れます。そしたら自転車を開いていきます。本体固定金具を締めれば完成です。こちらも押し込むだけで止まってくれるのでとても簡単に止めることができます。外すときは上のレバーを動かせば外すこともできます。あとはサドルの調整と、ハンドルの高さと角度調整。あとは今回リアキャリアもご提供いただいたのでそちらも取り付けていきます。4箇所のネジを外して、4箇所にネジ止めしていきます。これでリアキャリアは完成。続いて前カゴも取り付けていきます。こちらは前カゴを取り付けるためのアタッチメント。こちらをハンドルに挟んでネジ止めしていきます。前カゴにこちらの金具を取り付けていきます。あれ、ツールキットは？すみません、ドライバーの方が早かったので。あと前カゴの取っ手のカバーも付属していたのでこちらも取り付けておきます。これでスーパーに買い物行けますね。でこちらのカゴを取り付けます。こんな感じで簡単に取り付けることができます。実際に走行した時に荷物を入れてみたのですが、リュックとかだとカゴの方が負けてしまうので、そこまで重いものじゃなければ耐えられる感じでした。最後にボトルバッテリーを取り付けていきます。まずはボトルバッテリーのカバーを取り付けて、こんな感じでボトルバッテリーをセットします。ボトルバッテリーがいらない時は飲み物入れになりますね。続いてバッテリーの充電方法ですが、サドルと一体になっているバッテリーはサドルの下にキャップがあるのでそれを外してそこから充電することができます。こんな感じですね。ボトルバッテリーはこちらから充電が可能です。で、このバッテリーとケーブルを繋がないと使えないのですが、このケーブルが下に生えていて、それを下から繋げるような形となります。これで接続完了なんですが、サドルを下げすぎるとこの部分を擦ったりするのでご注意ください。ボトルバッテリーを使用する際は、このケーブルを伸ばして接続する形となります。では実際に電源を入れてみましょう。主電源はサドルのところにあるので、
こちらに指を入れて主電源を入れます。青くランプが光ると主電源が入ったことになります。あとはハンドルのリモコンで電源ボタンを長押し。するとリモコンのランプがついて、アシストが効くようになります。LED も手元のリモコンでオンオフできるのでこれは便利かなと思いました。LED 自体は結構明るかったです。またこのリモコン部分には USB ポート付きでスマホの充電が可能となっています。ということで完成しました。今回は電動折りたたみ自転車、ERAA02 をご紹介しました。であれ、その机の上にあるものは、先ほどハードオフ巡りの時に売っていたノクチュアの NHU12S になります。いや未使用品で5500円なら安いなって思って買っちゃったんですよね。で、このクーラーなんですが開けてみたところ、あれ、茶色くない。なんとこれ NHU12S リダックスだったんですよね。リダックス。こちらは2021年に発売した新品でも6800円ぐらいのクーラーだったんです。中身を水にしなねえだけで先走って買ってしまいました。さすがあんたね。ということで今回は柿さんと前半後半で電動折りたたみ自転車の魅力をお伝えしました。あんた的にはどうだった？平地や坂道でもしっかりアシストが効いて走行自体はかなり楽でしたね。ただ車輪がそこまで大きくなく折りたたみ自転車っていうこともあって、長距離の移動というよりかは街中で使うといった感じが合ってるかなと思います。あとですね、これは私だけかもしれないのですが、40キロ乗った結果、サドルがお尻に合わず結構痛かったです。まあ短い時間なら痛くないのですが。多分あんたのお尻が曲がってるせいね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。